うたらずです。今日はね、新しいシリーズを始めようと思って、そのご紹介をしたいと思います。以前にね、紹介したと思うんですけど、ER34、スカイラインの ER34 をね、持ってたんですけど、途中まで作って、あとは3年ぐらい放置してたんだよね。そう、それを今年手をつけようってことでね、やっていこうと思います。復活に際して家の前に持ってきました。大変だった。そして埃がすごいね。埃がすごいです。まずね、それを洗ってね、埃を落としてあげましょう。そう、前も言った通り、途中までね、やってたんですよ。途中までっていうのは見てわかると思うんですけど、ブリスターフェンダー組んででしょ。で、あとは錆がひどくてね、錆がひどかったんだよね。至るところに錆びて腐って穴が開いてました。シャーシもそうだしね。それをね、全部塞いだんです。綺麗に全部塞いで、ブリスター組んで、色をかけて、っていう状態で放置したんですよね。そしたらまたさらに汚くなったっていうね。なのでね、ちょっとね、復活させたいなと思って、いろいろやっていこうと思ってです。埃がひどいんでね、洗っちゃいます。エンジンルームも洗っちゃったよね。これはね、あんまりやらない方がいいよ。本当に。これ水かけるのはね、おすすめしません。やらん方がいいです。俺はね、オルタネーターとか交換する予定があるんでね。なのでバンバン洗っちゃいました。何せ埃がひどかったんでね。あと錆がまだあるね。やっぱり。錆気になるな。とりあえずエンジンルームの埃落としましょう。でね、これ買ってみた。Amazon で売ってるね、エンジンクリーナーってやつ。あれだね。希釈して、シュッシュして、で、放置してまた流すみたいな感じのやつですね。結構泡立ちます。そう、3倍希釈らしいんですね。3倍に希釈してあげましょう。俺はね、目分量でやったけどさ。そう、だいたいこんなもんでしょ。入れるものがなくて、ペットボトルに入れるっていうね。なんか買ってくらいかったと思って。でよくシュッシュするやつあるじゃん。あれがなかったんでね、もうケルヒャーでもう吸い出してやろうと思って。そう、ケルヒャーから出す作戦にします。これ出るのかやと思って初めて使ったんだけどさ。出てる。泡だったね。そう、どんどんかけていきましょう。これ泡立つでしょ。あれは出てるってことだから、泡だったらね、少し放置してね、で流してあげました。でね、綺麗にすすぎましょう。本当に洗うの良くないですから、エンジンルーム洗うの良くないですよ。本当にやめた方がいい。俺はね、こうやって、埃だらけだし、変えるパーツもいっぱいあったんでね、本当に洗うのはね、不具合の元ですからね、基本的に洗わない方がいいと思うんだよな、俺は。洗っちゃうけどね、汚いの嫌だからさ。洗ったらちゃんと乾かしゃいいんだけどね。そう、洗浄はこれくらいにして、あとはね、余分な水分、エアで飛ばします。コンプレッサーあればね、こうやってエアでね、水分飛ばしてあげて、で、ある人は多分いいと思うけどね。水分いろんなとこに入りますからね。洗うときはオルターネーターとかね、あとは水が入りそうなところ、今はね、インタークラーも外してるんでね、その辺は全部塞いで洗った方がいいです。ほんと水入るとよくねえからな。洗わねえ方がいいな、本当に。綺麗になったかな。実際洗剤がいいのかどうかよくわからなかった。そんなもんだよね。でも埃はね、綺麗に落ちました。
で、まあね、ちょっとね、軽く紹介していきます。フロントはね、安いブリスターフェンダー。安いやつでした。まあ、これはね、GTR 用だね。GTR 用を買ってます。これはね、リアはクロスファクトリーさんのブリスターフェンダーだね。あそこね、パテ読みしてないんです。まあ、パテって割れるんだよね、あれね。そのね、パテ割れ嫌ってね、ビス止めにしてます。まあ、今後どうするかね、パテで埋めようかと思うけどさ。そう、中はね、アルカンターラに張り替えてたんだけど、カビだらけ。すごかった。カビすごかったよ。放置すりゃ、まあそうなるわな。そう、ニスモメーターに、そう、マルチディスプレイね、GTR のマルチディスプレイにしてたんです。天井もね、アルカンターラに張り替えてます。でね、パワー FC の FC コマンダー、あそこにね、収納できるように作ってあります。トランクはね、一回ね、ぶっけたんですよね。ぶっけたっていうかね、縁石に乗り上げました。走り行ってね、縁石に乗り上げてね、タイヤのとこね、スペアタイヤのとこぼっこりいったんでね、ここはね、綺麗に直しました。そう、補強はね、GTR 用のパーツいろいろ使ってます。トランクボードだとか、あとこの、リアメンバーのところ、こういうのもね、GTR のやつを使ってるんですよね。ほら。そう、こういうのをね、バンバンね、つけたんです。3年も前はね、まだ売ってたんですけどね、今売ってないよね。そう、サイドシールのとこ、あそこも穴だらけだったんで、あそこにね、角材をね、1本、角材だって、鉄の角パイプをね、1本溶接してね、フレーム1本作ってます。両脇にね。そう、補強をね、至るところに補強してるんですよ。至るところに補強してあります。まあ、その当時はね、そう、まあ、いろいろ足りないんだよね。その当時の話しようと思ったら字幕出ちゃったけどさ。まあ、その当時はね、まだ走ってたんで、まあ、走ることを前提に作ってたんですけどね、今もう走らなくなったからさ、まあ、綺麗に復活させてね、で、また、ブリスターもブリッとしてるからね、まあ、フカリも入ってカスタムしてっていうのをやっていこうかなと思ってます。どれぐらいね、かかるかな、期間的に。っていうのをね、まあ、新しいシリーズをやっていきますのでね、また皆さん見てあげてください。他のね、また今までやってたのもね、いろいろ出しながら、新シリーズってことでね、これもやっていきます。まあもうこの車、もともと、なんていうのかな、海の町ってわかるかな。まあ海の町ってあるじゃないですかね、どこでもさ、海辺の町、ね、なんとか郡、なんとか町みたいな、なんとか町みたいな、そういう海のね、町で、しかも、この隣が海っていうね、そういう家の人の車だったんだよね。だからね、俺の手元に来た時点でものすごい錆びてました。すごい錆びなんだよ。海の力、潮の力ってすごいね。もうね、錆びてる車とかあるじゃん。普通はさ、うわ、錆びてんなーとか思うでしょ。でもね、この車違うの。これ何？これ錆みたいな感じ。もうね、錆が錆じゃない状態でした。まあ、それはまあひどかったんです。で、まあその状態でね、まあ走ってたんですけどね。当時はね、山行ってたな。山でね、走ってました。まあ、一回ね、熱冷めるとさ、行かなくなっちゃってさ、で、まあ3年も放置っていう形になってさ、で、まあね、別の車も買い足したりするとさ、また後回しになっていくわけですよ。そんなこんなでね、3年も放置させられていました。かわいそうに。ということでね、今回新シリーズ、こいつをね、復活させようってことでね、やっていきます。やっていきましょう。まあ実際ね、これ、なんていうの？素地だと思うじゃないですか。フェンダーとか、リアフェンダーとかね、もう艶消しでさ、ゲルコートだと思うでしょ？実はあれね、塗ってあったんだよ、綺麗に。綺麗に塗ってあったんです。前としてあったんです。
その状態で保存してたんだけど、カバーかけるじゃないですか。車のカバーをかけてね、3年も放置してね、風が強くてね、ここは風が強いところですから、車のカバーずっとつけておくとこうなるよ。ツヤがなくなる。ツヤがなくなるしね。いやー、もう一回多分前途し直しだと思うけどね。ひどいな。ってことでね、やっていきます。またこの新シリーズも楽しみにしといてください。よろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。